どうも、こんにちは。デミコでーす。はい。というわけで、本日はですね、何をやるかと言いますとですね、ちょっとね、なんかね、バッグなんかを編んでっちゃおうかなーなんてちょっと思ったわけですね。はい。なんでそんなものを思いついたかとか言うとですね、別に必要ってわけじゃないんですけど、あのメランジトリコね、帰ってきてからすっごいいっぱい買って使ってるわけですよ。私すごい結構ね、もうね、ダイソーさんにね、メランジトリコだけでもね、結構ね、払ってると思う。うん、アホみたいに払ってると思う。ね。そんな中でですね、メランジトリコの、いつも使ってた、ヒースグレーと、なんだっけ、エメラルドとホワイトね。うん。あれがね、手元になくなったんですよね。うんうん。で、なくなったんで、別の色でも使ってみるかっつって、買ってきたわけです、この前ね。うん。で、それで何作ろうかなとね、普通はね、何を作ろうか考えてから買うもんだと思うんですけど、これ適当に買ってきたわけですよ。ね。こんな感じで買ってきました。はい。まずこんな感じでね。はい。3色買ってきたんですね。で、これはすでにね、なんかちょっとね、なんか試し編みとかしてっからあれなんだけど、これはすでにでもね、こたつカバー編んだ時にちょっと使ったわけ。この、なんだこれ、オリーブなのかな、オリーブだっけ。オリーブね。これ、メランジトリコのオリーブ。これはもうすでに使った色。ほいで、今回は白がね、もうホワイトが、一番のホワイトがなかったんで、そしたらこのライトベージュっちゅう2番ね、MT の2番ってやつね、これ。これ。これがあったんで、これを買ってみました。そしてこちらですね。ですね、エメラルドもあんまりなかったんで、つうか最後の1個私が買っちゃったんで、これ4番ですね。ピーコックグリーンね。これグリーンと言いながらやっぱりブルーみたいな感じなんですけど、ピーコックですね。でピーコック、グリーンっていうのをちょっと買ってみました。エメラルドのちょい濃いみたいな感じの色なんですけど、エメラルドに比べて青みが強いかな。エメラルドはほんのりなんかちょっとなんだろうな。やっぱりエメラルドっていう分あって緑っぽい色がちょっとほんのり混じってるんですけど、まあ、この3色組み合わせてでね、結構やっぱり渋めの組み合わせでしょ。何やろうかなって言った時にバッグ、そうするとバッグ、なんかちょっとモダンテイストな和柄みたいな感じでね、ちょっといけるかななんてちょっと思ったんで、それでねちょっとね今回なんか倒れたわよ。ハンドクリームだ。はいはいはい、すいませんすいません。でちょっと今回ねこんな色を組み合わせてみて、ちょっと和テイストな雰囲気のちょっとしたバッグをね編んでいこうかなと思ったんですね。でね、バッグを編む時って皆さん気になりませんか？私ね、マチのあるバッグをね編む時ってのはすごい気になるんです、実は。そこの部分ね、そこの部分、そこの部分がこうマチつけると、どうしてもそのままだとビヨンってなっちゃうじゃないですか、ボヨンって。あれが気になるんですわね。あれをね、どうにかしたいなと思ってて、そこいたっつのがあるじゃないですか。でもあれ、だからダイソーで売ってるやつなんかだと、ちょっと小さかったりするわけですね。で、正方形とかまん丸とか。あれちょっと使い勝手が悪い。バッグに作るには。好きな人は好きでいいんですよ。私的にはなんですけど。なので、今回はこんなものをね、ちょっと買ってきましたよと。ね。こんなもの。まな板シート。ね。まな板シートの、ちょっとこれね、避けるけど、黒。ね、黒買ってきて。ね、こんな、あれなんかもう切ってあるね。あれ切ってある。とりあえず買ってきてね、いきなり始めてね、はい、ぽいっつってね、できるわけないんでね、試作したんですよ、バッグをね、一つね。で、それは試作っちゅうことで、今回の試作も兼ねての試作なんで、完璧に同じものを作るわけじゃないんですけど、それはね、最後に編み終わった後にね、バンとこんなものも編めますよって、こういうサイズも編みましたみたいな感じでちょっとお見せしようとは思うんですけど、柄もちょっと今回やると違うんでね、最初にはお見せしませんけれども、はい。すでにね、一つ編んでみたんです。で、なかなか、結構ね、薄っぺらいんで、そんなに重いものを中心に入れちゃうと、しなりますわ。いくらがね。でも、それでも、一応バッグの底としては、なんて言ったらいいの、私なんか物を結構入れるじゃないですか。その時にね、やっぱりこう、ボヨンってなっちゃうと入れづらいわけです。ちょっとこれがあるだけで、ちょっとこうやって整理して、ちゃんとこうやって立てて入れられる感じがあるんで、安定するんで、今回ちょっと、これ使っていこうかなと。で、これ黒なんですけど、黒だけじゃなくて、半透明のもございますよ。はい。抗菌まな板シート L ってね、これね。これダイソーで売ってるやつなんですけど、これちょっとサイズちょうどいいんじゃないかなと。試作なんでここね、このまま使いましたけれども、
これがまあ結構いいんじゃないかなと思ってちょっと2枚ね、買ってみたね。でももうちょっとなんだろう、下をねかっちりと反らないようにしたいんであれば、もう少し厚みのあるやつを買った方がいいんだろうなと思うんだけど、そうなるとちょっとカットとかはめんどくさくなってくると思うんで、なのでまあこれで私は十分かなとちょっと思ってます。でこれを入れてどうやってやっていくかっていうと、まあそれ人それぞれだと思うんですけど、まあそこをこれから今編んできますけれども、まあその時に説明しようかな。とりあえずねこれを使ってそこを強化しつつ、ですね、まあ手持ちバッグみたいな感じのやつ、ハンドバッグってやつか、手持ちバッグってハンドバッグって言うよってね、ハンドバッグみたいなやつをちょろっとね編んでいこうかなと。で私がまあだいたい一番好きな、本来であればね一番好きで一番持ち歩きたいサイズ形のバッグなんですけど、まあこの形がまあなかなかねフランスではねちょっとね持ち歩けない、ファスナーつけないと持ち歩けないんでちょっとあれなんですけど、まあ日本だったらそんなこともないのかなと思いつつ、まあちょっとそんな感じのね形をね編んでいこうかなと思います。はい、これ使ってきますよ今日ね。で、そうだ、これまだ置いとこうか。で、今日ね、まずね、何をやるかって言ったら、今日はね、底の部分をちょっとね、だからやっていこうと思うんですよ。で、底なんですけど、どうやって編んでいくかっていうと、まあ、今回四角の底を編んでいきます。はい。で、これちょっとね、説明ね、皆さん、まあ、四角の底の編み方なんか知ったらっていう人はいくらでもいると思うんですけど、まあね、角っこで3目ずつ増やしていくわけですね。で、こうやって四角にしていくわけです。で、まあ、これの見方としては、こう、丸で囲んであるところに、こう、増し目3つ入れていって、こう増し目していくんですけど、丸のところに3つ増し目っつってね、これね増し目するとこちょっと赤くしてますけれども、ちょっと分かりやすいようにね、これ黒で書くとね、一回黒で書いたら全然わけわかんなくなっちゃってもういいや、色変えて書こうなんつってね。でスタートが23目のスタートでこうピャーっと編んでて、でビューンと楕円を書くように、楕円を編むように一周編んで、ほいだら角っこでビャーっと増えていくわけですね。で書き忘れてるね。私どこの部分で立ち上がりをするかっていうと、もういつも決まってるんですね。私はここなんですね。立ち上がりの場所がね、ここなんです。いつもここの中心、どうしてもここの中心に持ってきたいので、ここがねセンターになります。センターなのでここで立ち上がってくるんですね。私はいつもねこの位置で。なのでこう一周、23目でバーって編んで、で立ち上がって、で最初に2目入れてっていう方法で私はいつもやっていくんですけれども、こういった形でねやってきます。で120目ね、周りが全部120目になるまで増やすので結局10段編むんですけど、23目スタートでこう1段編むと1周編んでいくと48目になるわけですね。倍してプラス2なんで48。そこからこう角っこ全部増やしていくと1段で 8目ずつ増えていくんです。でこれ120目まで増やして最終的には10段。だいたいそこのサイズが26センチから12センチ、ね、26センチ ×12 センチぐらいの底になるはずです。はい。計算してねやったらねだいたいその通りになったよね。大体計算してやったら大体その通りになったんで、いろいろちょっとあるからちょっとこれお見せできないんですけどそうですね。でなんかそんな感じでやってくんで、10段23目スタートの四角で編んでって10段まずこれをやってきます。でこれがその120段っていう120目っていうのがなんで120目かっていうと、今回使う柄は何目の柄だっけ、10目か、10目の柄、10名の柄、柄何何って、そうね、じゃあ柄もお見せしようね。今回は以前やった十字つなぎ、こちらのバッグ、この柄でバッグを編んできます。で2つあるのはこれ同じなんですよ。同じなんですけど、こっちとこっち反転させてるんですね。はい。なのでこれ色書いてある方はこう書いてあるけど、これ抜いた方はこうなんですね。前以前十字つなぎのやつやりましたね。それリンク貼っておきますけども、これ今回はこっちでやります。こっちね、こっち使ってやります。はい。でこの柄やっていくので、これがね1つ10なんですよ。柄が10目の柄なのでこれをやってみます。ちなみにねこれ今ちらっと見せたけど間違えてるとこあるんで、これ皆さんしゃべしないで前にやったやつね、十字つなぎのモザイク編みのパターンのやつもあるんで、両方リンク貼っておきますけれども、そっちの方で出しますんで、はい。なのでそっちをね見てもらって、はい。これちょっと間違ってるとこあるんで、はい。そんな感じでね、これ10目か、10目で120目になるでしょ。これで柄入れてこうっていう話です。はい。久々の
モザイク編みでございます。はい。モザイク編みですよ。はい。ね、これでやっていこう。ね。で、どんぐらい、どういった柄で、どういった色で入れていくかっていうのはね、もう本当にね、なんだろうな。一応こんな感じでやっていこうっていうのは、プランはありますけれども、まあ適当です。はい。いつも通り適当です。はい。そんな感じでやっていこうと思います。はい。で、使うものが、今回これと、だからね、これとね、あとは、だから糸がね、こんだけ用意してあるけど、まあ足りますよ。足りる。余裕で足りるんですけど、で、基本8号と、あと、7.5 号両方使います。で、なんでこれ両方使うかっていうと、最初そこの部分を編むときに8号を使っています。はい。8号を使ってそこを編んで。で、まあ何段か、最初のそこから編んでいくわけだから、そこの部分の、筋編みなんかをする時も、まあ8号のままでいって。で、その後、モザイク編みの模様が始まったところで 7.5 号に変えます。なぜかっていうとですね、8号のまま編んでいくと、モザイク編みの部分がブワンと膨らむんですね、やっぱりね。なので、それを少しでも軽減させるために、針をわざわざ一つ落とします。それであまりブワンとするその差がね、あんまり大きく出ないように、しようと思うので、1号下げて、ね、こう8号と 7.5 号を使ってやっていきます。はい。で、使うのはメランジトリコですね。さっきお見せしたで、メランジトリコのオリーブと、ライトベージュ。ね、ライトベージュ。これはね、もうそんな説明したくたってね、皆さんもご存知だと思うから、あれなんですけど、で、ピーコックグリーンということで、ね、ものは 100% アクリルの 50g で 90m ね、5から 6mm の、針使ってくださいよ、ということで、はい、ゲージが16目の21なんてなってますけど、まあ、これはね、メリヤサビのね、数なんでね、あれなんですけど、はい。こんな感じでね、ちょっとやっていこうと思いますよ。はい。じゃあ、このままでいいか。まあ、あとはハサミとかね、針とかね、まあ、この辺のね、必需品ですな。適当にな。使ってもらって。で、これは、基本的にはね、もうね、この幅26なんですよ。これが。26センチなんですね、大体。あ、書いてある。大体じゃないよ。書いてある。26センチ書いてあるわ。ね。26センチ。ね。26センチなので、これはここは切らないで、このままいけるように。つまり、これの幅に合わせて、これを、これ考えたってわけですよ。大体自分で、大体自分的にもね、なんていうの26センチぐらいがいいなと思ってたので、ぴったりでね、もう驚いたんですけど、なんで26センチかっていう理由もあるんですけど、それはね、後々。はい。で、それで幅が大体12センチぐらいになる予定です。はい。なので、12センチの部分でここね、カットしてもらって、で、こう切って、で、角っこちょっと丸めてもらってね。そんな感じで、ちょっと、こんな感じね、こっちがこうなってるけど、こんな感じでやっていこうかなということでございます。じゃあ早速ね、始めていこうと思いますよ。はい。はい。じゃあまずはそこの部分を編んでいこうと思います。そこの部分は、ですね、どうするかっていうと、この板を入れるために、生地を2つ作ります。2つね。でも、これ別に入れなくていいやって人は別に作んなくていいです。普通に120目にしてもらって、そのまま編み進めてもらえばいいです。入れたくない人はね。で、板は入れたいけど2枚やりたくないっていう人は、編み終わった後にこの板をこうパカって中に入れるだけ、っていう手もあるので、わざわざ2枚使ってそれをね、合わせて中に入れるっていう、そんなめんどくさいことはしたくないよっていうね、毛糸ね、そんなに使いたくないよっていう時には、2枚作らずに、外の部分、普通に編んでもらって、で、編んだ後にそのサイズ切ってもらって、中にボコンって入れるだけっていう方法でもいいと思います。でも、私は全部くるんじゃいます。はい。ね、全部くるむ方式で今回ね、やっていこうと思いますよ。はい。なのでちょっと、ピーコックグリーンということでね、今回初めて使う糸ですけど、メランジトリカは意外と出やすくていいね、これね。結構ね。はい。だけど、ここでこうやって出てくるんだよね、いっぱいね。はい。で、ちょっとブスッと刺して、もうね、100均でどんだけお金使ってんだっていうぐらいで、相当私お金使ってるんですけど、ね、本当に。あれですよ、ダイソーさんもね、セリアさんもね、ほんとね、なんかもう割引してほしいわっちゅうぐらいめっちゃ買ってるような気がするんだけど、はい、いきますよ。で、それで、最初が23目。23目で、目を拾ってきます。で、だいたい23目で10、何センチぐらいかな、10何センチぐらい、15センチぐらいこっち取っとけばいいかな。ね、くるんでいくんで、いつものように。
23、ちょっと待ってね。10センチ、23センチ。はい、15センチ以上ちょっと取ってもらって。はい。では、これでね、作っていきますよ。で、鎖編みをね、まずしていきますけど、ね、こう、下から当てて、グリーンと手前に回して、で、これをね、引っ掛けて抜くと。はい。で、キュッとやって。はい。じゃあ、これで23目。鎖編みをしていくんですけど、端っこだけちょっときつめにしますね。ここね。端っこきつめにして1ね。はい。で、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23目。はい。23目編みました。で、23目目。ここもちょっときつめに締めます。はい。きつく締めて。で、立ち上がり。はい。次。あれですよ。グリーってやってきますよ。回り回ってくんですけど、一目立ち上がります。立ち上がったら、この23目目ですね。こっちから数えて1、2番目。2番目の下1本。下1本だけをこうすくって、向こう側2本で、こっち側2本で、細編みを入れます。1個。で、もう1個入れちゃいます。2個。ここで2個。同じところに、増し目ですね。角っこのね。ここに3目入れるんですけど、最初に2目入れる。いう感じですね。はい。ね、1目の中に2目入りました。で、この時に、ちょっと待ってね。はい、バーッと出しちゃった。バーッと出しちゃった。まあいいや。はい。で、この時に、最初の頭の部分、わからなくならないように、これをちょっと入れてもらってね、これちょっと買ってきたよ、これ100円、100円、ダイソーで。このタイプ私持ってなかったからさ、ね、このタイプ持ってなかったから、これ便利そうじゃん、みんな使ってて。ちょっと買ってみたわ。便利だね、これね。いいね。うん。まあいいや。はい。で、これ入れて、ね。で、2つ入れた。で、あとは、最後の目、わからなくなるっていう時があるわけですよ。私の時々ね。で、最後の目に入れるとこ、最後に入れるとこの目にもちょっと入れときます。はい。で、これで、あとは全部、1目ずつね、拾って。ね、今回は8号の糸でね、8号の糸じゃない、針で編んでいくから、ちょっと、割れないようにね、なんかね、ちゃんと編んでいかないと。一目一目こうやってね、とりあえず端っこの方までぐーっと、ブーっと、バーっと、目を入れて、細編みをしていきます。はい。じゃあちょっと、なんだ、あれ、ちょっと待って。はい。逆サイドの方までね、ずっと目を入れていこうと思います。はい。端っこの方まで来ました。で、ここを入れて、で、ここは一番最後の目ですね。最初の目って言いますか。ね。こうちょっときつく締めたところね。ここね。はい。で、ここに一目まず入れて、はい。細編みをしたら、このベローンって伸びてるやつの左側でね、こういう方向で、ちょっとここを上にしといて、まずここで2つ目入れますね。同じところに。同じところに2つ目を入れて、はい。で、そしたらこいつをまたこっち持ってきて、こいつを巻き込んで、3つ入りましたね。角っこにね。3つ入りました。3つ入ったので、で、この時に、わからないなーって、わからなくなりそうだなっていう人は、これあんまり目はね、大きくしない方がいいね。わからなくなりそうだなという人はですね、この角っこに、ここ真ん中、ここね、角っこ、ここと、今編んだ目だね、ここにちょっと入れといて。こっちも入れとくか。ね。こっちも最初このスタートの目。これがスタートの目ですね。スタートの真ん中の目に来るところ。で、これは角に来るところなんで、ここちょっともう一個入れといてね。こうやってね。はい。で、これで、あとは逆サイドまで残った、ここの1本ね。1本で残ってるところ、これ。これを、この糸端の糸をくるみながら、編んできます。細編みでね。1目に1つずつ。はい。最後のここのさっき目をこう印つけといたこれ最後の目編むところっつって印つけといたところね、ここまで1目ずつ
細編みを入れていきます。いやこれね試作をね編んでね、でねなんだヒースグレーとエメラルドのとホワイトの糸を使って試作品をね編んだんですけど、系統を終わらせるためにね、編んだ感じ無理やり。でもなかなかちょっと可愛くできたかなと思ったんで、こっちの方はね、そんなちょっとね大きめな A4 のサイズのものが入るぐらいのバッグを編んだんで、今回はねちょっとそんなに大きくなくて小さめのやつにしようって、ハンドバッグサイズでいこうって思って、最初そのつもりで試作もしてたんですけど、試作どんどんね、系統を終わらせるためにでかくなっちゃったっていうだけの話ですけれどもね。はい。それはね、後々また、これ編み終わった後にね、こんな風にもできますよっていう感じでね、お見せすることが、ね、できると思いますんでね。はい。それはそれでまた雰囲気違うんで、ちょっと楽しみにしておいてもらってね。はい。端っこまで来ましたよと。はい。はい、端っこまで来たので、はい。で、最後のこの目ですね。これ外して、で、ここが最後の目。で、ここに3つ目の目がこれで入るんで、これでこの段は終了。ね、終了。で、これちょっと気持ち引っ張ってみて、どんな感じかいなと。で、ピッピッとまた伸ばしてね、いい感じにしてもらって。はい。で、最初のスタートの目がここなので、で、今外したはいいんだけれども、ここが角っこの目になるわけですね。今最後に編んだところ。ここは角っこの目になるんで、ここ入れといて。で、ここ外しておきます。スタートの目は外しておきます。外しといて、で、ここね、頭に入れて、引き抜きます。引き抜いたらギュッと引っ張ってもらって、で、立ち上がりますね。立ち上がってもまたギュッと引っ張ってもらって、はい。で、ここ普通に入れて、立ち上がりますね。はい。で、立ち上がったら最初の目がわからなくならないように、一つ入れといて、で、次から締めジャガジャガしていくわけですね、角っこでね。で、ここ角っこ入ってるんで、ここ締めするとこね、ポイと外して、ここ締めするとこです。で、普通に入れますね。普通に入れて1つ、ここに角っこに3つ入れます。1つ、2つで3つ、で、そしたら今3つ入れたところの真ん中が今度次の角っこになるので入れときますね。で、そしたらまた普通に1目ずつ細編みを角っこまで入れてきます。なんだこの目印じゃなくてなんだっけ、リングね。はい。はい、マーカーね。はい。マーカーがあるところまで普通に編んできますね。はい。マーカーの手前まで編んできたので、ここマーカーを外して、ここに3目入れます。1、2、3。はい。3目入れたところの真ん中のとこね、ここが次の角っこになるので、マーカーを入れといて、で、ここ真ん中1つあるので、1つ忘れずに編んだら、またここ角っこくるんで、角っこに3つ入れます。1、2、3入れますね。はい。で、そしたらこの3目の真ん中が次の角っこ。はい。で、そしたら逆サイドまでまた入れていきます。はい。角っこまで編んできました。はい。で、そしたらこれ外して、で、ここに3目入れますね。1、2、3と。はい。で、角っこにまた入れときます。そしたらここが最初の立ち上がりの目になるので、ここにまた引き抜いてギュッと締めて、ね、ギュッと締めて立ち上がったらギュッとまた締めて、はい。で、ブサッとこの根元に刺して1目目を編み入れます。で、そしたら、はい、次3段、なんだ、3段目か。1、なんだい ?3 段目だね。はい、3段目いきます。はい。そしたらまず1つ細編みをして、で、次角っこに来たので、またここに3目入れますね。1、2、
3、はい、3目入れて2目目だから3目の真ん中にまた入れといて、でそしたらまた逆サイドまでずっと細編みを編み入れていきます。はい、端っこまで編んできたので外して、で角っこに3つ入れますね。1、2、3と。はい。で真ん中にマーカーを入れといて、で1、2、3と編みます。はい。でここでなんとなくわかると思うんですけど、この角っこと角っこの間ね、ここはいつも奇数です。はい。奇数でございます。四角の場合はね。はい。でここにまた3つ、1、2、3、はい。で角っこにマーカーを入れて、でまた逆サイドまでこの段を編み進めて終わりにしていきます。はい、角っこですね。角っこに来たのでまた3目入れます。1、2、3と入れて、で角っこにマーカーを入れておきます。でここ一つ残っているところを忘れないように拾って入れて、で立ち上がりですね。ここはね、はい、ここにおっとマーカーがどこか転げていったぞ。あったあった。はい、引き抜いてぎゅーっと引き抜いて、はい、で立ち上がりもギュッとやって、で根元に入れて次4段目こんな感じでね、これを10段まで編むと120目になると思います。なのでそれをちょっと今からね10段編んで120目にしていこうと思います。はい、じゃあどんどん編んでいっちゃいますね。はい、というわけで10段まで編んできましたよ。1、2、ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10段で120目になりました。で、ここで底板を入れない人、もしくは底板をこう、パコンとただ入れるだけの人は、ここでちょっと一旦ストップって感じですね。ちょっと待っててくださいって感じなんですけど、ここでちょっとね、これこのままこうやって、なんかあるかな。あるはずなんですけど、あったあったあったね。これでちょっと止めといて、でね、二重底にしてその間にこのまな板シートをね入れようっていうね、私と同じことをやろうっちゅう人はこの先がまたございます。もう一枚、はい、もう一枚そこを作らなければいけません。でですね、試作の時はね、同じ色でやったんですけど、まあ、これを外側ですね。これは外側になりますね。これをこういう風につけていくんですけど、つけてね、なるわけですよ。こっちは外側になるからね。で、内側の分は別に色が同じじゃなくてもいいんですよ。無理やりね。うん。で、今回はこのピーコックの色が私2つしかないもんで、ちょっと、一番数の多いベージュ。ね、こちら。ライトベージュ。こっちでね、2枚目をね、編んでいこうと思います。で、2枚目なんですけど、いや、同じ色でも全然いいですよ。猫の毛がね、もう本当にね、注意してんだけどさ、やっぱりね、本当に入ってくるからね、これちょっと、すいません、すいません。で、で、この、なんだ、これね、こっちを使って、もう1枚編んでいくんですけど、もう1枚はですね、9段まで編んできます。はい。同じ、10段にして120目にすると合わせた時によれるんですね、やっぱりね。うん。でよれちゃうんでぴったし編んでても結局こういう方向で編んでってこういう方向に力がかかるんでこうやってムニュってなっちゃうんで1段少なくして9段目までつまり、目数としては112目ですね。112目になるまでこっちのねメランジトリコで同じようにライトベージュかライトベージュで角底っていうのかな
ね。なんかいっぱい出そう。やだなやだなこっちから出そうかね。グリグリグリってやってグリグリグリってやって、で時々パスッとさ端っこが捕まるんだけどさ、捕まえない時は捕まえない。これ大丈夫だわね。これ大丈夫だ。ほら来た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 ね。でもこれガスって出るタイプよ。これもうねやっちゃったからね。ほらなんか引っかかってるよ。ガスッとそのうち出てくるタイプだわね。はい、ちょっとこう出しといてグニグニっとグニグニってやっちゃったからね、しょうがないな。はいはいはい、しょうがないね。はい、ブスッと出しますわ。はい、出しました。はい、じゃあこれでこのライトベージュの方で9段まで編んで、これちょっと切らないでくださいね。これ切らない、このまま使うんでね、切らないですよ。はい、切らないで。でもしね同じ色でやるんだったら最初に小さいやつを編んどいた方がいいです。そっちは切っちゃっていいです。はい。どっちでもいいとは思うんですけど、同じ色でやる場合は最初に小さい方を編んで切っといて、つまり9段ですね。9段目までのやつを切って112目までのやつを作って切っといて、でその後に大きいのを編み始める方がいいと思います。このままつなげていくんでね、これ糸ね、これ糸もこれ残しておきたいからね。はい。でも今回は違う色でやるんでお構いなしっていう形でこうなりましたけれども、はい。じゃあこっち同じようにね、まるっきり同じようにして2枚目の方を作っていこうと思います。はい。なので同じですね。端っこキュッと締めたら全部で23目にして、同じように9段目まで一気に四角の、底をね編んでいっちゃおうと思います。はい。はい。ということで9段編んでまいりました。9段編んで112目になってます。はい。でここでまだ閉じてないんですけど、これをどうやって閉じるかっつったら普通になんつったらいいの、なんだ鎖目で閉じる閉じ方で普通にちょろっと閉じてあげればいいんですけど、はい。でここ2番目ですね。2番目のところに通して、で同じところに戻して、ちゃんとこうね目を作ってあげて、そしたらもう一回こっち側に戻して、はい。であとは適当にあれですよ、なんだ糸処理、はい、糸処理、はい。でこうしといてね、はい。でこうやって目を作ってあげました。だいたいこんな感じでね、はい、いいんじゃないですか。はい、出来上がりました。でちょっとサイズ感をね見てみると、ちょっと一回り小さくなるわね、当然ね。こういう感じでこのぐらいがでもちょうどいいんですよ。これがまたこの一段小さいぐらいがこうやってなんていうの、内側をこう合わせてね、で外側同士でこうやって合わせていくんだけど、さあその前にこれをする前にですよ、ちょっとねサイズをまず測りますね。サイズを測る。で小さい方じゃなくて大きい方でこう測るとだいたい13センチあるんだけど、この半目内側ぐらいのサイズに合わせて測る。半目内側のサイズで測ると12センチなので、幅12センチで、こっちはもうシートのね長さが26センチなので、26センチでいいと思います。ちょうどね、ちょうどいいと思うんだよね。26.5ぐらいだけど、この辺は誤差ですわね。誤差の範囲というわけで、どっちを使っていこうかな。今回も黒使うかね。よっと、はい、こちらの方をまず幅12センチで切って、長さ26センチのままでいいので、これをねちょっと切っていこうと思います。はい、これね、これ切るときはね別にあれですよ、大したことないですよ。定規昔の定規はねこれ出してあんだわ。昔から作ってるこのねライオン直線定規っていつ買ったんだいっていう話でね、懐かしいやつですけれど、はい。で普通にねこれはね適当でいいんですよ。でも大体で。で今回せっかくこっち側が丸くなってるから、こっち側また使おうかなということで、12センチ、はい、12センチ12センチ幅、この辺ですね、この辺。そして12センチ幅、この辺で
こうあっちって12センチどこ、はい、こうだな、12センチピューっときて曲がらないようにね、はい、私はねよく曲がるんですわ、こういうの曲がるんですけど、でこれ少しちょっと表面こうやって筋つけて、こんなんすぐには切れないですからね、大丈夫ですよ、机傷ついてないからね、これでね、はい。でそしたらパキーンとこう折れるまでこうやってあげて、パキッと、はい、パキッとやらなくてもいいんですけど、だいたいこうやってこう倒れるようになったら、こうやってやってカットしてあげればいいからね。これパキーってなっちゃったからちょっとあれなんだけど、パキってやるつもりなかったんですけどね、もうちょっと切りゃよかったな。これ後で削りゃいいってことでね、これね大したことない。はい。で今パキーンと割って、ちょっとこの辺が歪んじゃってますけど大したことないです。はい。でこれ置いといて、試作の時はちゃんとまっすぐ切れたんだけどね、パキンってやっちゃって。でそしたらちょっとこういうところがねあれんで、こういうのはちょっと削って、で基本的にはこの12センチぐらいあると少し生地をね伸ばす感じで多分入れ込むことになると思うのね。少しで角っこ少しこう丸くしてあげて、はい、大体でこれもうね中に入れちゃうやつなので、はい、こんな感じでね。でそしたらですね、ちょっと見てみて大きさね、これねいい感じじゃないの。はい、余裕ですね。はい、だいたいこんな感じでいいです。そしたらじゃあこれを合わせていこうと思います。で合わせ方はね、これつなげたまんまなので、ここ入れて、でそしたらここにこうですね、筋編みをするように入れます。筋編みをするように入れたら、こっち側はこの真ん中のねところ、真ん中の目、これねちょっと分かんない時はつけといた方がいいんだけど、こう立ち上がった目ね、立ち上がってずっと立ち上がりできたため、ここですよ、ここを拾うんですけど、この目を、はい、こっちは筋編みをするように、こっち側はね、表側の方、内側に入ってくる方は2本で拾ってきます。はい。でこれこっち持ってって、でこれを普通に細編みで合わせていきます。こっちは半目で、筋編みをするように半目で、こっちは2本全部拾って合わせていきます。ちょっと待って、割れとるやん。はいね、こうやって普通に筋編みをするように2枚を合わせて1周編んでいきます。半目と前目全部ね、半目で2本拾って、普通に頭を拾って、こっちは半目ね、半目全部拾って、そうするとこういう感じでここに筋が残るんで、半目で2本つってね、こういう感じで拾っていく。で角っこですわ、角っこね。で角っこ、ここは123で角っこ1残ってるんで、これを半目拾ってこの角の目に1つ目入れます。でこの角半目拾って同じ目に入れます。で最後の1目半目拾ってもう一回角っこの同じ目に入れます。ちょっと待って、はい、ここや、はい。で3つ同じ目に入れて、これでいいです、角っこはね。そしたら隣の目に行って、こっちも隣の目を拾って、こんな感じで角はまとめていきます。
なのでこれで目数がね合うはずなので、こんな感じで一周するんですけど、一周する前に板を入れなきゃいけないので、とりあえずこれでちょっと編んでいこうと思います。はい、なんとなくこのぐらい編んできました。はい。でこのぐらい編んできたらもうこれを入れますね。でこれなんですけど、実は私はこっから直接編んでいきたいからこうやってやってるんだけど、最も入れやすいやり方は、まあここの角っこからね編み始めて、こうやってね閉じる時にね、でここまで編んで、こうやって縦にこうやって入れて、最後ここだけ編むのがね一番ね実は編みやすいんですよ。っていうのはですね、これ中に板が入った状態でこう角っこ編もうと思うと結構大変なのね。だから簡単に進めたい時には、もうなんつうの、こっちの外側のやつもね閉じちゃって、でこの辺からこうなんつうの、編み始めて、ここだけ開けといてね、ここだけ開けといて、こうやってガーって入れた方がまあ簡単には入ります。そっちの方がね。はい。だけど私はなんか切るのが嫌だもんでこうやってやるんだけど、そうするとね結構ね編みづらいんですよ。こっちがこの方向がね編みづらいんだけど、まあここはもう我慢ですわね。なので半目取って半目ね、半目取って全部取って、で閉じていく。ここがね、こっからがちょっと大変。まあでもゆっくりやっていけばいいだけの話なんで、これをね閉じていきますね。こうやって閉じていく。とりあえずじゃあ端っこまでいきますわ。はい、これで全部編んで中に閉じ込めました。はい、閉じ込めた感じこうなりますね。はい、ちょっとこれね、はい、こんな感じですね。でこうちょっと整えて、どんな感じになるかっていうと、まあこんな感じで、若干こっちが引っ張られる感じになってますが、それでいいんです。はい、その方がいいんでございます。はい。でこれでこういう感じで編むとこっちに引っ張られて、こっちが立ち上がるんですね。きれいにね、こうやって外側のこの生地の方がね、猫の毛が、はい。でこうやって立ち上がって、でここがほら筋編みしてるから、ここに筋がついて、まあこんな形で立ち上がりましたよとね。はい、こんな感じで脇が立ち上がってると思います。これで底ができました。まあ結構柔らかいっちゃ柔らかいからね、あんまり重いもの持つとやっぱりこうちょっとしなるけど、まあでも普通に使う分には全然問題ありません。はい。でこのサイズで編んでいきます。はい。でまずは最初ね、ここね、今ここ編んだところ、これをここはなんだ、筋編みをしていくのでね、こうやってね引き抜いて立ち上がって、で普通に筋編みをねここをとりあえずしていきます。で1段、とりあえず1段筋編みをします。でこの形でねこう編んでいくのがね結構大変なんですよ。この底が入った状態でね編んでいくの結構大変なんですけど、これはもうね頑張ってね編んでいくしかないです。で今こうやってね一生懸命ね自分の体から離れたところで編んでるんですけど、むっちゃ編みづらいわね。こういうの編む時はね体に近づけて編んだ方がね断然編みやすいんでね、ちょっとねあれだわ、今ジャカジャカ一周編んでくるわね、とりあえずね。はい、ちょっとじゃあこんな感じで、はい、もう一段筋編みで一周、この青い毛糸のピーコックだね、ピーコックグリーンのまんま一周編んでこようと思います。マジ編みづらいねこれ、本当に。でも頑張って編むしかないんで、ちょっとね、まあでも、ナイフ持ちだったら、ナイフ持ちの方があれですよ、鉛筆持ちよりは楽に編めると思いますけど、いや、なんせね、左手で糸持つのもね、ちょっとね、編みづらかったりして、持ちづらかったりとかしてね、ほんとね、なんか編みやすいものをね、作りたいのになんでか知らないけど編みづらいっていうね、どういうことだろう。
はい。はい、ここまで編んできました。はい。で、立ち上がったのがここなので、ここに刺しといて、引き抜いておくんですけど、ちょっと待ってね。引き抜いておいて、で、次どうしていこうかっていうのがあるんで、ちょっと待ってね。これ引き抜く前に、このままで止めておこうね。このままで止めておきます。はい。次どうするかっていう問題ね。はい。とりあえずでもこれでね、そこの部分ができたので、なんかちょっとねじれた感じありますけど、まあ大丈夫です。これはね。カバンができてしまえばそんなのあんまりこう縦方向にこうやっていくとそんなに気にならなくなりますから、はい、こんな感じでそこがとりあえず出来上がりました。というわけでね、今日はねそこまでにしておこうか。そこまでしておくよ。しておくよ。はい。はい。こんな感じで板を入れて、立ち上がりの部分を作りました。次からはね、まあ、どのぐらいちょっとこの立ち上がってこのまま編んでいくか、それとも、柄を入れていくか、多分もうすぐ柄を入れることになると思いますので、次回は、じゃあどんな柄っつってね、さっきお見せした、この柄ですね。この柄です。これ。これのね、柄をね、早速入れていこうと思います。次回から。はい。というわけで、本日もここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。また、すぐ次の動画でお会いしましょうということで、本日はここまで。さよなら。カメラ入れてた？入れてたかもしれないね。うん。まあ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 。いや、これいいよ。楽しいよ。これなんか知んないけど。これ、どんどん私、カバン作っちゃうかもしんない。あ、はい。すいません。バイバイ。何何何何もしてないじゃん。これこれ。引っかかったな、お前。